あなたが誰かになるということではなく、あなたがあなた自身でまずは法華経を受持しなさいよと、そういったことが説かれる、その教えになるんですね。仏教における最も素晴らしい場所というのは、仏様に巡り合って、その説法の場にいられることということになるんですね。はい、皆様こんにちは。法華経の話第53回です。12月に入りまして、大変寒さが厳しくなってまいりました。場所によっては初雪が観測された場所もあるようでございます。どうぞ皆様十分に気をつけてお過ごしください。特に12月は気ぜわしくなるそういう時期でございますから、十分に大事にお過ごしいただければと思います。前回から薬草喩品についてお話をしています。薬草喩品では三草二目の例えが説かれていました。三草二目の例えは次のような比喩です。世界中には多くの草木、草木が生えています。これらの草木はそれぞれ色も形も異なり、同じものは一つとしてありません。そこに雨が等しく降り注ぎ、この草木は土地から水分を得て、草木は一つとして同じものはないが、それぞれの性質に合わせてそれぞれの量の水を吸い上げていく。このような比喩でした。この比喩は次のようなことを例えています。この雨は仏様の教えのことですね。仏様の慈悲とも言えます。この仏の教えは一つの教えである。つまりは法華経のことを意味しています。その教えを受ける衆生は、それぞれ自分の力量に従って教えを身に受けていく。それで良いのだと。それでいいんだと。たくさんのいろいろな教えを身に受けなさいということではない。仏様の真の教えである法華経をそれぞれ受け止めることができる力で受け止めていけば良いですよと。そういうことを例えているわけですね。そこで前回は法華経はまず誰一人として同じものはいないということが平等の根幹であるということを中心に説明をしました。今回はもう少しこの点を掘り下げて話してみたいと思います。ではもし仏様の教えをこの分だけ全部身につけなければいけないとしたらどうなるでしょうか。先ほどの雨に例えてみると、仏様の教えのすべてを身につけなければならないということは、雨にすれば皆同じ分量の水を吸い上げなければいけないということになります。ではそのようなことが可能でしょうか。それはできませんね。小さい草が大きな木と同じ分量の水を吸い上げれば、それは枯れてしまいます。もう一つ前提を変えてみましょう。仏様の教えを信守するために皆同じでありなさい。皆同様の性質を持ちなさいという教えがあったとします。それは可能でしょうか。これも不可能ですね。なぜなら最初にも述べましたが、草木に一つとして同じものはないからですね。たとえ同じ草の種類であったとしても、その草は大きさや枝振りなどが違います。私たち人間も同じですね。同じ民族、同じ人種、同じ国民、男性、女性、どれだけたくさんの枠組みがあったとしても、そのものの本質を見れば、結局のところ、皆一人として同じものはいません。その誰も同じものがいないということを肯定してくれる。また、それを前提にして教えを説いていくというのが、この法華経の教えになるわけです。逆に言えば、私たちは法華経を前にして、誰かと同じということではなく、等身大の自分であることが大事なんだろうと思うんですね。この誰も同じものがいないということを認めるというのは、社会としても、小さな個人的なことであったとしても、これはとても難しいことであろうというふうに思います。社会から言えば、できれば多くの集団は同じような反応をしてほしいと考えます。なぜなら、その方がコントロールがしやすいからですね。でもそういうことは結局できません。無理やり同じ考えを持たせようとすれば、必ず争いやズレが生じてしまいます。教育などでも言えると思うんですけども、ある一定の数に同じ教育を行わなければいけません。本来その理解が進まない。またそもそも教育方法についていけない。
また合わない子供がいて当たり前なのですが、そういった子供は集団から言うと落ちこぼれであるというふうに思われてしまうこともあります。もちろん教育をする側からすれば、一人一人の性質に合った教育をするなんていうことは限りなく不可能だと思います。ですからみんな違うんだと、みんな違うんだということをある程度目をつぶらなければならないのだと思うんですね。現場の先生は本当に大変だと思います。これは社会においてみんな違うのだということを受け入れていく難しさの一つだと思います。また他の面もあります。例えば消費ということについて言えば、みんな違うということをわざと意識させない消費活動を進めようとする、そういう傾向があります。例えば誰もが持っている、今皆が欲しがっているというようなことを思わせて消費活動をさせようとするわけですね。でも絶対誰もが持っていなければならないものなんてほんの少し、あったとしてもほんの少しのものだと思います。ですから他人が持っているから自分も持たなければならないというのは本来考える必要のないことなはずなんですね。で、これは社会においてみんな違うということをあえて意識させないようにする働きの一つだと思います。一方、個人的なこと、個人的な小さな場所でも場面でもみんな違うということを肯定していくことは難しいことだと思います。誰かと話をしていて自分と違う意見になることはこれはたくさんあります。そういった時にあの人はなんであんなことを思うのだろうか、なんで考えるのだろうか、そういうふうに感じることがありますね。これは自分と他人は違うから意見が違うのは本来当たり前です。でも私たちはどこかで他人も自分と同じ考え方をしてくれると思うものなんですね。確かに同じ環境や同じ時代を生きていれば割と同じ考えをする、そういったことはあると思います。でも絶対そうなるわけではありません。なぜならみんな違うからですね。その時になぜあの人は自分と違う考えなのか、もう付き合わないようにしようではなくて、自分とあの人は違う人間だから考えも違うのだから相手を理解しようということが大切、そういった場面で大切な振る舞いになってくるのではないかなというふうに思います。結局のところ社会においても個人的な小さなそういった場面においてもみんな違うということを肯定していくには、他者を理解していこうとする努力をしていくしかないのだと思います。時にはぶつかることがあるかもしれませんが、相手を理解しようとすることで自分と相手が違うということを互いに認め合うことができると思うんですね。法華経もこの誰もが違うという大変難しい困難なこと、しかしすべての真理に対して真っ向から向かう大変困難なこと、しかしそれは物事のすべての真理になります。みんな分かってるはずですね。みんな違うんだと。そのみんな違うということに対して真っ向から向かい合う、そういった教えなわけでございます。以前にも述べましたが、そうやって真っ向から向かい合うからこそ根本的なことを説いていく。根本的なことを説いていくので、この法華経ではあまり個別具体的なことが示されていないという、そういったことがあるということもお話ししました。その法華経の成仏観のキーワードとなるのが、これも前回お話ししましたが、当意即妙不外本意という教えです。これは、当意すなわち妙なり、また、本意を改めずと読みます。この二つは同じ意味を表していますね。あなたが誰かになるということではなく、あなたがあなた自身でまずは法華経を受持しなさいよと、そういったことが説かれる、その教えになるんですね。で、このように聞くと、自分のままでいいんだ、何も成長もしなくていいんだという、そういうことではないですね。そうではなくて、私たちは自分というものを過大評価してしまったり、また逆に過小評価してしまったりしながら生きています。何かにならなければいけないと一生懸命思ってしまったり、今の自分をとても卑下してしまったり、そういったことをしてしまうわけですね。でも、そのようなことをしても何も解決にはなりません。
まずあなたがあなたとして教えを身に受けていきなさいということから始まるんだというわけですね。そう思うとほっとするような、そういった安心を得るような気持ちがします。仏教、法華経というと身構えてしまうかもしれませんが、そういった肩の緊張が緩む、そういった感じもあるのではないかなというふうに思います。ここまでみんな違うんだということをですね、肯定していく、その法華経の立場、その法華経の精神性みたいなことについて、お話をしてきました。随分何度も何度も同じことを言うなというふうに思われたかもしれませんが、実際非常にこの部分が私としてもすごく気になるというか、またこれが法華経に説かれていてとても良かったというふうに思う、そういった部分であるわけです。自分としてもなかなか社会に馴染めないとか、学校生活であったり、社会人になったり、そういった中で、なかなか自分がその他者と馴染めない部分とか、そういったものというのは感じる場面っていうのはあったわけですね。でそうすると、どうしても自分が孤独になってしまう。そういったことも思うようなことは、これは実際ありました。しかし、この法華経に説かれる、みんな違って大丈夫なんだっていうことがあったおかげで、それが支えになった。そういった部分が多くあったんですね。ですので、なんだかこの部分はやっぱりどうしても力が入ってしまう。そういった思いがあるわけでございます。この話はまたこの後以後にも何度もお話をしていくということになると思いますので、とりあえず今回はここまでとさせていただきまして、もう少し薬草医本で注目する点がありますので、そちらのお話をしていきたいというふうに思います。でそれが現世安穏五章全書ですね。薬草医本の中ではこのように説かれているんです。人々、この諸々の衆生はこの法を聞き終わって、現世は安穏にして、後には前書に生じと。人々は仏の説法を聞き終わって、根性は安らかにして、五章は良い境外に生まれ。と説かれているんですね。この現世が安穏になるということは、何事も不自由なく生きていけるという意味ではないと教えられます。むしろ様々な現実に向き合いながらも、自分の心地として自分の心の状態が安穏であるということだというふうに教えられます。確かにお寺におりまして、いろいろとお話を聞かせていただく中には、この人はこんなに大変な人生を歩んできたのに、なぜこんなに朗らかでいられるんだろうかと、そういう人のお話を聞くことがたくさんあります。そういうことに出会うと、現世安穏という教えの意味をとっても考えさせられるんですね。決して不自由なく生きていくことがいいわけではない。もちろんそういうふうな人生になれればいいなというふうに思いますが、人生山あり谷あり、そういった中にあっても現世安穏であるということが大事なのかなというふうに思います。そして、後には前書に生じ、五章前書ですね。これは、後の世に良いところに生まれ変わるという意味です。この良いところというのは、仏様の説法の絵座、仏様の説法の絵座ですね。仏様が説法をしてくれる場所のことを意味します。ですから、前書というと、楽して生きられる、そういった場所を意味するわけではありません。仏教における最も素晴らしい場所というのは、仏様に巡り合って、その説法の場にいられることということになるんですね。ちなみに、仏教には輪廻の思想はありますかということをよく聞かれるんですけども、私はむしろ輪廻という思想が、その社会にあって、それに仏教として答えを示してきたという形ではないかなというふうに考えています。仏教が始まったインドにおいても、インドの世界観の中から自然発生的に輪廻の思想が生まれてきたようなんですね。では、その輪廻というものをどのように受け捉えていけばいいかということになると思うんですけども、それはどこに生まれるか、どう生まれ変わってきたかなんていうことは、そもそも仏様の範疇ですね。仏様にしかわからないことだと思います。ですから、そういうことを引っ張り出してきて、むやみに人の人生を左右するようなことは良くないと思いますね。自分がよく生きていくために上手に受け止めていく。そういったための輪廻という思想であってほしいというふうに思います。また、輪廻というものを仏教ではもっと踏み込んで捉えていくと、人間の境外、
瞬間瞬間に様々な境界へと輪廻しているというような捉え方もあります。心のあり方が人であったり、地獄であったり、菩薩であったり、そうやって常に移り変わっている、そういった考え方ですね。確かにそうだと思います。人間の心っていうのはどんどん移り変わっていきますね。自分ではそう思ってないかもしれませんが、他者の方から見てみると、人間の心っていうのはコロコロ変わっていくものだというふうに思います。そこで、五正禅書ということですが、良いところに生まれ変わるということを踏み込んで考えていくと、仏の教えを聞いて、自分の心のあり方が良いところへと移り変わっていくというような捉え方もできるのではないかなというふうに思います。現世を安穏に、どんな状況にあっても心が安穏となれるように、五正禅書、法を聞いて良いところへと生じることができる。法華経から賜る功徳の一つであろうかというふうに思います。ということで、薬草医本を見てまいりました。釈尊はこの三草二目の教えで、四大正門に念押しをした後、四大正門に舎利発と同じように未来において成仏しますよと、受記ですね、をしていくことになります。それがその名の通り、受記本第6になります。では、本日はこれまでといたします。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。